きげんよう、上川カールです。今回取り上げるのは、ウクライナを支援するイギリスとドイツの動きを追っていこうと思います。特にここ最近においては、ロシアによるウクライナ侵略以降、各国は GDP 比 2% を目指して防衛予算を増額しているところです。それに伴って防衛産業の方もどのような商品を今後各国に提供していくかにかなりの力を入れており、ドイツのラインメタルはその中でも今が勝機とかなり力を入れているように私には思います。というわけで今回はまずはイギリスの支援のニュース、そしてドイツの動きを取り上げていこうと思います。それではニュースを見ていきましょう。イギリスは約束の2倍のチャレンジャー2戦車をウクライナに提供する。ゼレンスキー大統領のイギリス訪問後、イギリスは以前に約束された2倍のチャレンジャー2戦車をウクライナに提供することが合意されました。同時にイギリスは NATO で戦闘機のキーウへの移転に関して徐々にコンセンサスを形成しています。これは駐イギリスウクライナ大使バディム・プリスタイコがラジオ局のインタビューでウクライナがイギリスに要請した援助と最終的に何を援助されるかの割合についての質問に答えて述べたもの。記事の補足です。供与数が14両から倍の28両へという話なわけですが、ここで気をつけなければならないのは、じゃあ倍になるその後ろの14両はいつ引き渡されるかについては時期が公表されていません。なので今提供が決まっている14両の引き渡し後、追加の軍事支援の中で発表されるものであり、実際の引き渡しはかなり先だと考えられます。また、この画像は AP 通信のチャレンジャー2の訓練を受けているウクライナ軍兵士に対するインタビューの一場面ですが、記者があなたは以前はどのような仕事をされていましたかという質問に対して、ウクライナ兵士がコンピューターのプログラマーでしたという話をしていました。かなりギュギュッと詰め込んだ訓練内容ということもあり、ウクライナ軍としてもある程度飲み込みが早いであろう人物を選定した上でイギリスに送り込んでいるようです。戦争さえなければこれらの人たちが戦車に乗ることもなかったのでしょうに。なお、イギリスの国防大臣が現地視察を行ったり、また戦車だけではなくイギリスはウクライナに対して自走砲についても供与することを発表しています。ですから、イギリスにおいては戦車、自走砲、そしてそれ以外の新兵訓練などもかなり引き受けており、首相は何度もコロコロと変わりましたが、ウクライナに対する支援は一貫して手厚いものとなっています。続いてドイツの動き。ドイツもスイスのレオパルト1戦車を望んでいる。ドイツの兵器企業ラインメタルはレオパルト2戦車に加えてスイスの防衛会社ルアーグからレオパルト1戦車96両を購入し、ウクライナに送ることを望んでいるとスイスで報じられました。ルアーグ社の広報担当者は取材に対し、ラインメタル社は車両の購入を希望し、修理後にウクライナに引き渡すことを明らかにしたと語った。スイスとドイツの両政府は先日、西側諸国がウクライナへの軍事援助を増やすことを可能にする取引で、ドイツがスイスに保管中のレオパルト2戦車の一部を売却するよう要請したと述べた。スイスはドイツのレオパルト2を現役の戦車として保有しており、それ以外にも保管中のレオパルト2、レオパルト1を持っており、これらについてドイツ側から購入したいという申し入れが来ているということです。記事の補足です。ドイツのラインメタル社なのですが、ウクライナに戦車レオパルト1を178両引き渡し予定だと決まっています。ドイツ政府承認のもと、保管中のレオパルト1のオーバーホールに取り組んでおり、178両は今年から来年にかけて引き渡し予定になっています。これに加えてスイスに対して購入を申し込んでおり、これらを引き取った後同じように点検修理などをした上でウクライナに供与するシナリオだというわけです。さて、ここで出てきたラインメタル、他にも動きがあります。ドイツ防衛大手、ウクライナで戦車製造を検討。2ヶ月以内に決定。ドイツの防衛機器大手、ラインメタルのアルミン・パッパーガー最高経営責任者 CEO は、ドイツ紙のインタビュー記事の中で、ロシアの侵攻が続くウクライナ国内に戦車工場を建設する協議を進めていると明らかにした。パッパーガー氏によると、約2億ユーロ、日本円で290億円を投じ、年間最大400両のパンターを製造する計画。建設予定地は防空システムでロシアの攻撃から守られている場所になるという。2ヶ月以内に決定される見通し。ウクライナは戦車600から800両が早急に必要だとしている。パッパーガー氏によれば、ラインメタルは現在250両近くの戦車の製造に着手している。主にチェコとスロバキア向けでロシア製との入れ替え用となる。
ドイツ連邦軍及びウクライナ向けにも製造している。記事の補足です。ラインメタル社がウクライナに工場を建てて作れるよと言っているパンターとはこちらの写真にあるもので、2022年の兵器展示会ユーロサトリ2022において展示されていました。KF51 パンター最新鋭の戦車で、主な特徴は 130mm 砲、フルデジタル化、そして近接防御ミサイル搭載、攻守のドローンを搭載しているなど、ドイツ戦車レオパルト2のさらに改良したものだと言えます。ラインメタル社の滑降砲は西側戦車に多く採用されているもので、これまでは主に 120mm の滑降砲が一般的に採用されてきました。今回パンターに搭載されるのはそれよりも大きい 130mm 砲で自動装填装置付きで、射程距離はレオパルト2よりも大幅に向上したとしています。イギリスがチャレンジャー2の供与数を2倍にするという話は、何も第一陣の14両がいきなり28両に増えるというわけではありません。しかし、引き渡しがたとえ初夏であろうが真夏であろうが、いずれは14両プラスで入ってくるというのは、私は軍事的というよりもむしろ政治的なメッセージとしてフランスに効いてくるんではないかなと思います。なぜならば、イギリスがチャレンジャー2を供与すると発表した時においては、まずドイツがレオパルト2戦車の供与をすることに背中を押す効果があったわけです。そしてドイツはレオパルト2を供与することを認めました。じゃあフランスはどうかというと、同じくらいの時期に主力戦車ルクレールをウクライナに供与することを検討すると、マクロン大統領はその意思があることを示しました。ところが現在のところまだそのような発表はありません。軍事専門家に言わせれば、各国の戦車がどんどんと供与されるのはいいんだけれども、種類が違うということはそれだけ兵隊の負担がかかり、結局はウクライナ軍にとっても持て余すだけではないかといった話もあります。しかし、たとえ苦労があったとしても、戦車は数があればあっただけ良いものなので、ウクライナも決して断ることはないでしょう。そういった意味でイギリスが供与数を増やしていくよとなれば、フランスはどうするんだという声はまた高まってくると私は思います。そしてドイツの動きなのですが、ドイツはレオパルト2戦車をかき集めるのにむしろ今はとても積極的な姿勢を見せています。以前であれば、ウクライナに戦車を供与するのはちょっとなという具合にして、かなり腰が引けていたドイツなわけですが、一度供与することが決まったその後からは、むしろ各国にもっともっと急いでくれと供与をせっついているような状態です。そして大量に戦車を供与する上において今積極的になっているのはレオパルト2は難しいんだけれどレオパルト1であれば数を揃えるぞということになって必死にかき集めているような状態です。レオパルト2に比べるとレオパルト1は当然のように性能は低いわけですがそれでもなおロシアの旧式戦車軍に対しては十分に対抗できるものでありまた戦車のあるとないとでは当然のようにあった方がいいに決まっているという話になるものですからドイツが積極的に戦車をかき集めようというのはウクライナ支援に前向きになっているという意味ではかなりのプラス評価だと私は思います。そして最後に取り上げたのがドイツのラインメタル社によるウクライナに戦車工場を建てて最新の戦車パンターを作ってしまおうという話。この実現性については私は低いとは思っています。しかしゼロではありません。少なくともラインメタル社は今後やってくるであろう戦車の更新時期において自分の会社の戦車をどんどんと売り込みたいと考えているようです。現在ドイツ・フランスの間においては戦車を共同開発して次期戦車を作ろうじゃないかという話があるわけですがまだ現物としてこれだといったような製品名が上がってくるわけではありません。一方においてパンターはすでにレオパルト2の戦車を元にして土台を作りその上に自社の 130mm 滑降砲そして様々な現代必要だと考えられるものを今のところ集めましたよという実用性のあるであろう戦車を提示したわけなのでラインメタルとしては戦車としてもうこれが売り出せるんだというのをアピールする意味もあると思います。そしてもしも実際にお金の工面ができたりであるとかドイツ側から OK が出るようなことがもしもあれば戦場においてどんどんと使ってそして改良を行ってヨーロッパの次期標準戦車というものを目指している可能性があります。というのも変な話ではありますが次期主力戦車を開発しようというその横において常に各国は古い戦車をもう新しいものをどんどん入れたいなという欲求が出ているのです。その動きの一環でレオパルト2の最新鋭のものを購入するのかそれとも値段の安くても数が揃えられる
韓国の戦車を入れようかみたいな話がヨーロッパにおいて様々取り立たされている状態です。そうした中において、いやいやレオパルト2よりもさらに新しいドイツ戦車がありますよというのをアピールするその一環としてパンター戦車があります。そしてパンター戦車はレオパルト2よりもさらに新しく、そして現代戦に対応できるものですよとアピールし、実際にもしも戦場で戦うようなことがあれば、問題点を改善し、少なくとも戦ったという実績のある戦車として売り出すことができるわけです。そうした意味でラインメタルはどんなに困難であろうとも、実際に売り出せたらそっちの方がいいなと考えているに違いありません。少なくともレオパルト2を基本としている戦車ですから、戦車として全く成り立たないようなものはできないはずです。プログラムの不具合であるとか、実際に動かしてみたらちょっとギクシャクするなであるとか、狙ったような性能が出ないといったような問題はあるでしょうが、それらは開発中の改善ポイントとして実際の戦闘の中でどんどんと直していけるようなものでしょう。確率としてはものすごく低いとは話をしましたが、その要因として考えられるのは常識的な範囲でいても、そもそもウクライナに工場を建てたら、ロシアからミサイルが飛んでくるだろうという話もありますし、ドイツ政府が最新鋭の戦車をウクライナで作るなんて許すはずがないといったような、これまた当たり前のようなツッコミ、さらには一体どこからそんなお金を捻出するんだというこれまた難題。問題点はたくさんあるわけですが、そのような問題を次々とクリアしていくような何か奇跡のようなことが起こったとしたら、最新鋭の戦車が戦場に現れるといったことも、ちょっと私は物語としては面白いなと思います。そのような物語が必要のないような兵器供与といったものが進んで、さっさとウクライナ軍が領土奪還を果たしてくれるのが一番良いでしょう。そのためにはドイツが戦車をかき集めるだけではなく、もうちょっとアメリカも長射程のミサイル供与に前向きになってほしいものですし、また歩兵戦闘車の供与についてももっともっと追加に出してほしいものです。というわけで今回の動画はイギリスとドイツの動きを追っていきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンでクリックをよろしくお願いします。それでは次の動画でまとめにかかりましょう。またね。